はい、皆さんこんにちは、ゆかです。今日は日本語の勉強に役に立つおすすめのアプリやサイトをご紹介します。時々フォロワーの皆さんからおすすめのアプリはありますかとか、使いやすいサイトを教えてくださいというふうに言われるので、今日は私が実際に使ってみていいと思ったものを5つご紹介します。まず最初はこちらです。NHK が運営している NHK ワールドジャパンというサイトです。 NHK は日本のテレビ局です。最新のニュースの他に、実はこのように日本語を勉強することができるたくさんの動画が用意されています。これは全て無料で見ることができます。例えば皆さんが最近日本語を勉強し始めたのなら、こちらの優しい日本語がおすすめです。日常生活で使うような簡単な日本語から勉強することができます。また日本で仕事をしている、あるいは将来就職したいと考えている人は、こちらの仕事の日本語がおすすめです。日本人同士がよく使う表現や仕事の時に欠かせない敬語などがたくさん出てきます。それからニュースについて、もし皆さんが日本語を始めたばかり、あるいは N5、N4 ぐらいのレベルの場合は、普通の日本語のニュースを聞いてもわからないかもしれません。そんな時にはこちらの簡単な日本語を使ったニュースというのをぜひ見てみてください。日本人向けに放送するニュースと同じ内容を簡単な表現に言い換えて放送しています。これはリスニングの練習にも使えるし、またシャドーイングの練習用に使ってもいいですね。とにかくたくさんの動画音声があるので、ぜひ一度見てみてください。では続いて2つ目、話す練習をするためのアプリ Learn Japanese Speak 葵です。こちらは AI を使って話す練習ができるアプリです。主にリスニングとスピーキングの練習に使います。使い方はいろいろですが、例えばこのような計画という部分をクリックすると、毎日のタスクが出てきます。計画的に勉強を進めたい人にはこちらがおすすめです。またこのように固定の会話の練習をすることもできます。もし正しく全ての字が読めていたら 100% というふうに出ますが、読めていない部分があったら 75% とか 60% というふうに表示されます。この判断基準は今のところちゃんと全部の文字が読めているかどうかという基準のようです。それからこちらは50の場面に応じて会話の練習ができる機能です。このようにそれぞれの場面でよく使うフレーズが紹介されています。このように相手が話しかけてきます。聞いてもわからない場合にはこのように文字を表示することもできます。もし意味がわからなかったらこちらをクリックすると翻訳された文も出てきます。さらに自分の音声をこちらで録音します。相手が AI ですので緊張することもないですし、自分のペースで会話を続けられますね。このアプリは無料の部分と有料の部分があります。正直無料の部分だけでもたくさん練習ができるので、ぜひインストールして試してみてください。下の概要欄にインストールできる URL と 15% オフになる使い方について説明しているので、ぜひ見てみてください。続いて3つ目のアプリ、こちらの読みは JP ディクショナリーです。これは無料で使える携帯用のアプリです。漢字に振り仮名をつけてくれます。皆さん日本語を勉強したことがあったらもう知っていると思いますが、日本の漢字は一つの漢字に対して複数の読み方があることが普通ですよね。例えば日本語のにというこの漢字もこれだけの読み方があります。たくさんありますよね。日曜日の日とか日本のにとか日もありますね。いい日だねの日とかね、いろんな読み方があります。
なので、この読み方を調べたいと思った時にこのようなアプリが役に立ちます。特にいいなと思った機能はカメラと手書きの機能です。例えば皆さんが本を読んでいて何かわからない漢字があった時に、このカメラで撮影したり手書きで書いて調べることができます。すごく便利ですよね。続いて4つ目のおすすめのアプリはこちらです。日本語のアクセントについて調べることができる辞典です。実は私はそれのこのような紙のね辞書を持っています。はい。でもこのような紙の辞書は重いですし、また海外で購入するのはちょっと難しいかもしれません。そんな時に携帯用のねこのアプリがあるので、ぜひ使ってみてください。NHK のアナウンサーが実際にテレビで放送する時に、アクセントをね調べるような辞典です。日本語のアクセントは多くの外国人が苦労する部分だと思います。例えば中国語にも姿勢というのがありますが、これは漢字によってある程度固定されていますよね。でも日本語のアクセントは漢字とかひらがな一つ一つに対応しているわけではなくて、単語ごとに決まっています。またそれも組み合わせによって変わることがあります。例えばこれは大学ですが、これは東京大学です。同じ単語なんですけど、東京大学というふうに東京プラス大学の形だと東京大学というようなアクセントになります。ですので、もし正確なアクセントを知りたいという場合は、ぜひこちらの NHK が出版している辞典を参考にしてみてください。続いて最後、5つ目おすすめのサイトを紹介します。こちらです。青空文庫と言います。このサイトでは著作権が切れた作品や著作権フリーの作品を公開しています。すべて無料で見ることができます。このように検索の画面もすべて日本語なんですが、慣れれば簡単に探せると思います。例えば夏目漱石とか川端康成とか、少し古い時代の人のもありますし、また最近の作家さんでも著作権フリーとして作品を公開している人もいます。一番最初に紹介した NHK ニュースの文とこのような小説などの作品の文というのはやっぱり雰囲気が違いますよね。例えば NHK ニュースの場合は簡潔にあることについて述べるというのが目的であるので、そんなに長く話したりとか擬音語擬態語をたくさん使ったりはしないと思います。でもこのような小説の場合はある一つのことについて長く話したり、擬音語擬態語また形容詞副詞などもたくさん使って表現豊かに書いています。なのでいろいろな種類の日本語の文を読みたい人、普段日本語の本がなかなか手に入らない人はぜひこちらのサイトから見てみてください。おすすめのレベルとしては N3 以上ですね。N5、N4 の人が見たらちょっと難しいかもしれません。でももちろんね、挑戦したいという人はぜひ見てみてください。はい、以上本日は私のおすすめのアプリとサイトを5つご紹介しました。それぞれのリンクは概要欄に貼ってあるのでぜひ見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。